依存がなければ今日からここがあなたの第二の故郷となる。まずは住むところね。ついてらっしゃい。勇敢なる NLA 市民の皆さん、モーリス・ショーソン行政長官です。今日も私は皆さんに誇らしいお知らせを伝えたいと思います。昨日新たに10人のクルーが保護されました。さまざまな専門知識や技能を持つ彼らをこの NLA 市民として迎えることによってさらに都市基盤が強化され発展していくと確信しています。これはひとえに惑星表面探査の重要性を訴えた私の提案にいつ行政長官になったのかしら。おとといからですよ。私は皆さんの期待に応え、それまで補佐官だったのにもう大統領か首相みたいな面してたまんないっすよね。イリーナ、グイーン。任務お疲れ様でした、大佐。イリーナもグイーンも私と同じ。元は統合政府軍特殊作戦車両共同体、通称ドール隊の士官だったのよ。私は大佐で、イリーナは中尉。グイーンはまだ新米だったわね。こんな惑星に来てまで引きずる必要はないと言っているんだけれど。ブレイドになったからって大佐への気持ちは変わりませんよ。尊敬できない元上官だったら将軍だろうと元帥だろうととっくにタメ口です。イリーナ中尉はエルマ大佐に夢中っすからね。二人とも階級で呼ぶのが尊敬の証とでも言いたげね。大佐、そいつが例の？流星の谷で見つかった唯一の生存者よ。そんな、今行政長官が10人って。そうでも言っておかないと夢も希望もなくなっちまうって思ってんだろ。でも一人でも助かってよかったよ。インターセプター所属のイリーナだ。よろしくな。僕もイリーナ中尉と同じインターセプター所属のグイーンです。よろしく。では私たちは任務に向かいます。失礼します、エルマ大佐。さて、私たちはブレイドエリアへ行きましょう。そこが当面の間、あなたの住むところになるわ。ああ。
だからなんでコックピットの中に排気炎が入ってくるんだよ。ダクト周りなんかおかしくないか？そんなはずはないんですけど。給排気バイパスが逆につながってる。もう誰こんなことしたの？誰って、最後に見たメカニックお前さんだぜ。何か失敗？珍しいわね。でもパイロットが頑丈なダグでよかったじゃない、リン。エルマさん、おかえりなさい。エルマさん、この人ってもしかして。すっごーい。私リンリーク、13歳。ブレイドでメカニックなんかをやってます。驚いたよね。でもこの年でも彼女は選ばれたスタッフよ。腕は保証するわ。まあたまには失敗もあるけどな。これからブレイドホームに戻るんですか？ええ、そうよ。せっかくですから輸送機で行きませんか？ NLA も一望できますし、紹介もできますから。なるほど、それもいいわね。ダグさん、そのドール片付けといてください。私エルマさんたちと一緒に帰ります。あ？フライトパックのテストはまた明日。ではでは。なんで俺が。おいリンリン。輸送機での移動はやっぱり楽ちんですね。若いのに何を言っているのよ。そうなんですけど、私輸送機から眺める NLA 大好きなんですよ。そうね、まだ復興は始まったばかりだけど、いつ見てもいいわね。ですよね。ゆっくり眺めていたいけど時間もあまりないから、早速で悪いけどエリアの説明をお願いできる？リン。はい、任せてください。じゃあまずは後方のさっきいたエリア。ラグさんと私が飛行テストをしていたところが工業エリアです。食料プラントや武器やドールの開発施設があります。このエリアには町の西側に出られる出入り口があるからよく通ることになると思うわ。ちなみに出入り口があるのは工業エリアとブレイドエリアの2カ所よ。次は商業エリアです。名前の通りカフェやレストラン、雑貨屋さんにアパレルショップ、その他いろんなショップが並んでいますよ。 NLA で唯一の繁華街ね。それだけにいろんな人が集まっているわ。はい、とても賑やかです。夜はネオンが光ってとっても綺麗ですよ。次は住宅エリアです。 NLA の人たちの住居がたくさんあります。教会や大きい公園もあります。静かに本が読みたい時とか考え事をしたい時に訪れてみるといいかもしれないわね。私はたまに公園でぼーっとしたりしてますよ。最後は目的地のブレイドエリアです。 NLA の心臓部とも言える場所ですね。このエリアは上層と下層の2層になっていて、上層には私たちが住んでいるブレイドホームをはじめ、暫定自治政府ブレイドの本部が入ったタワーもこの上層にあります。
層には道路の整備や修理をするスペースもありますよ。そろそろブレードエリアに到着しちゃいそうですね。ありがとうリン。その他の説明はブレイドホームに着いてからにしましょう。ご搭乗ありがとうございました。ブレイドエリアに到着です。さて、まずはブレイドホームに向かいましょうか。その後に任務の報告。みんな吉報を待っているでしょうからね。そうですね。それじゃあ行きましょう。私とエルマさんが暮らすブレイドホームはこの大きなビル、ブレイドタワーの裏側にあるんですよ。ビルの左脇の通りを抜けてすぐです。人が多くて雑多なエリアだから気を取られて道を間違えないようにね。よし、いい感じだ。へえ。そうだろねここが私たちの暮らしている場所よ。登録手続きが終わるまであなたにはしばらくゲストとして滞在してもらうわ。不満そうだな。新たに保護されたクルーとは君か？ナギおじさま。リン君、相変わらず元気そうだな。はい、元気が売りですから。そういえばここへ来る途中やたらと不機嫌なダグに会ったんだが、試験飛行で何かあったのかね？何もありませんでしたけど。そうか、それならいいんだ。それよりエルマ、ご苦労だったな。よく連れてきてくれた。私は任務を遂行しただけよ。さて、君の登録手続きについてだが。続きは中で話しましょう。知っておいてもらわなければならないことはたくさんある。すまん。君も目覚めたばかりだし、エルマも任務で疲れているだろうからな。ああ、そうしよう。私、お茶入れますね。自己紹介が遅くなってしまったが、俺は凪健太郎、厚生館移民船白芸の船長だ。いや、船長だったの方が正しいかな。現在は暫定自治政府から
NLA の軍事や警察全般を任されている。私の上官でもあるわ。あなたの住むところや仕事についても相談に乗ってくれるはずよ。ブレイドの所属にしてここに住むのではダメなのか。しばらくはここに滞在してもらうつもりだけど、所属については意思を尊重してあげたい。それにどうも記憶障害みたいなの。何？それは本当か？地球のことも白芸のことも自分の名前以外は何も覚えていないみたい。そうか。だが我々にしたってこの星での記憶はまだ2ヶ月しかないからな。そんなに大差はないのかもしれん。確かにそうね。ではまず何から話そうか。今より遡ること2年前、我々のふるさと地球は突如として2つの異星文明の戦闘に巻き込まれたのだ。強大な力と高い技術を持った異星人たちの前に、我々人類は何もできず、地球は焦土と化し、そして消滅した。私がいなければあんなことは起きずに、今でも地球も人類も。何を言ってるんだエルマ。君がいたからこそ地球種反移民計画を実行に移すことができたんじゃないか。不測の事態が起こったとはいえ、こうしてここで我々は生きていられるんだ。話がそれたな。たとえ母性を失ったとしても種を存続させなくてはならない。そう考えた人たちが実行したのが地球種反移民計画だ。白芸で地球を脱出した私たちの旅は2年ほど続いた過酷な日々だったわ。それでも居住可能な星を見つけ、そこに移り住む。私たちの意志は固かった。しかし旅は突然終わりを告げた。異星文明どもはよっぽど俺たちを根絶やしにしたかったらしい。しつこく追撃部隊を差し向けてきたのさ。だが幸か不幸か、敵の攻撃で航行不能になった白芸の目の前にこの惑星ミラがあった。損傷した船体は大気圏突入に耐えられなかった。私たちは残された動力を使って居住ユニットを軟着陸させたのよ。そうして地上にたどり着いた私たちは生き残った人々を集め、居住ユニットを中心にこの星に人類最初の町を築き、暫定自治政府を作ったというわけ。ブレイドとは神の言葉を超えた人工的な運命の解放者。頭の文字を取ってブレイド。不時着以前の高校時にはなかった組織だ。というよりその必要がなかっただけだがな。とにもかくにも未知の敵に襲われ、このミラに不時着して状況は一変した。水や食料の確保、ミラの探索や NLA の治安維持、その他多岐にわたる活動を暫定自治政府だけではとても賄いきれなかった。そこでそれら活動を引き受ける形で組織されたのがブレイドだ。母体が不時着以前の統合軍だから大半が元軍人だ。そしてここからが重要なんだが、ブレイドにはこの活動とは別に重要な役割がある。それがライフポイントの探索だ。
これを見て。もともと白芸にはもっとたくさんの人が眠ったままの状態で運ばれていたの。その施設のことをライフと呼んでいた。これはその全体構成図。地球脱出以降船内で目覚めていたのは操船クルーと戦闘要員を除けばほとんどがこのライフを管理運営するスタッフだったというわけ。でもミラに墜落した時、ライフも船体から分離、複数のブロックに分かれ地表各地に散らばってしまった。だからライフのある場所、つまりライフポイントを見つけ、眠っている人を助け出さないといけないの。このライフポイントの探索こそがブレイドの最大の目的よ。あなたと出会った時の私も探索に夢中だった。この NLA で暮らす全住民はその氏名、年齢、職業は言うに及ばず、所有する資産や健康状態も登録が義務付けられている。このミラにたどり着いた地球人は我々だけだ。人類存続のための措置と理解してもらえればありがたい。登録すればいろんな公共のサービスが受けられるようになりますよ。長々と話してしまったな。君も頭の整理が必要だろう。リン君、気分転換がてらブレードエリアでも案内してやってくれないか。俺も少し話し疲れた。はい。では早速行きましょう。まだブレイド所属じゃないあなたにブレイドエリアを案内しろだなんて。ナギおじさま、ブレイド隊員にする気満々ですね。ブレイドエリアは他のエリアと違ってブレイド所属の隊員たちに必要な施設を集めたエリアなのよ。やっぱりドールってかっこいいですね。わかってもらえますか？そうなんですよ。ドールはロマンの塊なんですよ。ビームとか変形とか、もう聞いただけで興奮しちゃいますよね。コックピットで必殺技名とか叫びたいですよね。ですよね。あ、ちなみに私、いつドールに乗ってもいいようにもう必殺技名考えてあるんですよ。デバイスに入っているのでちょっと待ってくださいね。リン？すみません。つい。もともとは地球に脅威となりうる異星人との戦闘を想定して作られた兵器よ。あまりにも強大な異星文明の前に地球を救うことはかなわなかったわ。それでもミラに不時着後2ヶ月余りで NLA をここまで復興させることができたのは人類の生き残りたいという思いとドールの力があったからよ。乗ってみたいって顔をしているけど今はまだ乗れないわ。ドールに乗るにはブレイド隊員であることはもちろんなんですけど、ドールライセンスがないとダメなんですよ。さっきも言ったように
ドールは兵器として開発されたものなの。万が一使い方を誤れば大事故になる。だからテストに合格した者のみがドールに乗れるようにしたのよ。そう聞くとドールライセンスの取得テストを受けたくなると思いますけど、これは自分から受けたいと言って受けに行けるテストではないんです。ブレイド隊員としてブレイドへの貢献度はもちろん NLA の人たちへの貢献度も認められて、初めてブレイド本部からテスト参加の資格が得られるのよ。頑張りましょう。任務を着実にこなしていけばいつか必ず声がかかるはずです。リンの言う通りね。ではその任務が受けられるクエストボードがある場所へ案内するわ。じゃあ早速行きましょう。これがクエストボードです。ブレイド隊員は基本的に任務を受けて行動するんです。その任務が載っているのがこのクエストボードです。本部からはもちろん企業や NLA の人たちからのものまで多種多様な任務が載っているわ。任務の数はすごく多くて掲載情報も頻繁に更新されますから、ブレイド隊員たるもの日々のチェックは欠かせません。だから必然的に任務の受注を基本とするブレイド隊員が最も足しげく通う場所ということになるわ。私も自分に合った任務がないかなって時間があればチェックするようにしてますよ。そうやって受けた任務の中には一見簡単そうに見えても、実際は自分の力だけではどうにもできないものもあるわ。でも安心してください。そんな時のためのコンソールもブレイド本部はしっかり用意してくれています。それが次に紹介するブレイドスカウトコンソールです。なあ、これがブレイドスカウトコンソールです。単独では困難な任務を達成するためにはなくてはならないものです。まだブレイド隊員ではないあなたにはこのコンソールの重要さは伝わらないかもしれない。でもね、多種多様な任務を達成するためには専門的な知識、特技を持った隊員の力が必要になるの。そういう時、このコンソールを使って必要な隊員をスカウトできるのよ。困難な任務を隊員同士で助け合って達成する、そんな素晴らしい組織、それがブレイドなんです。ずいぶん勧誘熱心ね。私そんな風に見えてます？そういうつもりは全然ないんですけど。そうね、そういうことにしておくわ。さあ次に行きましょう。次はブレイド隊員に最高の安全と安心を提供してくれるショップがあるエリアに行きますよ。ですね。ねえ、ここがたくさんのショップが集まっている通りです。私たちブレイド隊員はここで装備を整えるのよ。ブレイド隊員たちは日々危険な任務についています。その命を守るために欠かせない場所、それがここなんです。ここではね、私たちがインナーと呼ぶ歩兵装備だけでなく、ドールの機体やその装備も売っているのよ。ドールはすごく高価ですけど、いつかはマイドール欲しいですよね。次は輸送機の発着場の目の前にあった大きなビル、この NLA の中枢ブレイドタワーに行きましょねえ、そうだろう。
ここがブレイドタワーです。すべてのブレイドを統括する本部が入っています。ナギおじさまやバンダム司令は普段はここでお仕事しています。あとモーリス行政長官を中心とした NLA の行政を司る暫定自治政府の本部もここにあります。重要な任務の報告は彼らにすることになるわ。場所を覚えておいてね。これで大体の説明は終わりです。どうですか？ブレイドの素晴らしさ分かってもらえましたか？入りたくなっちゃったんじゃないですか？リン、無理強いは良くないわよ。今はまだ私たちブレイド隊員がどんな環境で任務を遂行しているかを知っておいてもらえればそれでいい。ただこれまで見てきたものがあなたがブレイドになるかどうかの判断材料になったのなら嬉しいわ。ナギも待っているから一旦ブレイドホームに戻りましょう。